はい、皆さんこんにちは。竹チューバーの竹虎4代目です。今日皆さんにご覧いただいているのは磨き細工の衣装かごですね。これね、竹の表皮をね薄く剥いでんですよ。で編み込んでいく細工のことを磨き細工というんですけど、触ったらねツヤツヤとしてね、青竹細工なんか竹の皮をね残したまま編み込む細工もたくさんあるんですが、磨き細工はまだ磨きならではのね美しさがあります。白竹にしろ青竹にしろ経年変化、経年変色っていうのが竹の魅力の一つでもあるんですが、一番早く色が食べるように変わり、さらに長く愛用していくとエビ茶色のようになって染色でもしてるのかというぐらい色が変わっていくのがね、これで磨き細工。竹の表皮を残している経年変色と磨きの経年変色の違い、この辺りの竹かご全部そうなんですけど、本体部分のこの編み込み、これ全部竹の皮が残ってるんですよ。でこの口巻きはね磨いてます。でそうすると5年10年20年経っていくうちにこんなに違う。だから結構ですね、昔のカゴとか見てると本体が皮を残してある口巻きは磨いてるので、結構ねこういった面白い色落ちをするんですよね。でこのカゴなんかっていうのは全部この口部分も本体部分も力だけなんかも全部磨いてあるんで、もう時間が経つに従ってですね、こういった茶碗カゴの口巻き部分のようなこういった美しい色合いにねだんだん変わってくるということなんです。これがね一つ磨き細工の竹かごの魅力ではあるんですが、竹虎にはやっぱり虎穂竹っていう虎模様のここにしかない竹がありますので、これを虎竹で作ったらどんな感じになるだろうということでですね、頑張って作ってきましたよ。じゃあこれ色合いの違いがお分かりいただけるでしょうか。磨き細工のやつもそれなりに美しいんですが、やっぱりですねこの虎竹ならではのですねこの虎模様が自然の天然の衣装ですからね、渋い感じに仕上がります。もう内側もねツヤッツヤですよ。もう毛羽立ちも全然なくてですねスベスベです。こういったですねタオル類を置いてですね衣装かごとしても使えるように竹かごに仕上がっています。同じ大きさで同じ編み方同じ使い道のかごを作ってもこれだけ違う。で実は今日はですね虎竹で新しく作りましたほんと手頃なサイズの衣装かごをですねどんな風に作っていくのか、職人の匠の技をね皆さんにじっくりご覧いただきたいなと思ってますよ。ノーバンブーノーライフ。
見事にでき右もいいよ。これがまず串なしみたいな感じやけん。串なら花つける。